おはようございます。画家のギソです。今日はですね、こちらの女性を描きたいと思います。ぜひですね、髪の毛の私みたいに黒々した感じじゃなくて、鼻が私みたいに低いジャパニーズじゃなくて、スウェーデンの方がモデルをありがとうございます。ひなさんの方から写真を送っていただきました。まあ日頃はもうこういった感じで、人の写真を見て描くということは基本的にはないんですけど、せっかくですのでね、こういった機会に、皆様とのあれですね、出会いをもとに、こういったこともしてみようかなと思います。で、今日は鉛筆デッサンをしていこうと思います。使う鉛筆は 2B、2B、4B、F。もうちょっと濃いのが欲しいね。8B、6B ぐらいがあればいいんですけどね。ちょっと見当たらないんで、5H ぐらい、3H ぐらい、このあたりを使いながらちょっと進めていこうかなと思います。ちょっとこう、ラフにですね、書いていこうかなと思います。ラフにというとですね、皆さんのこう参考になればなと思います。目の位置、鼻の位置も、鼻はね、もう本当にこう、向こうの方はね、もう彫りが深いのでね、日本人はね、彫りが浅い、アジア系の人はですね、こうやってね、世界とつながるという、これ今 2B で書き出してます。2B でね。こういった形でね、世界とつながるというのも面白いですよね。こうやって世界とね、つながっていくというのも面白いですよね。で、鼻のこう筋が通っていて、口があって、ですね。で、これもちょっと透視図法、ほんの少しだけね。で、キャメラが多分、こう、スマートフォンで撮っていると思うので、パースがすごくこう、つきすぎている時があるんですね。カメラというのは賢いので、で、そのあたりというのは少しこう注意しながら、つきすぎないように気をつけながらですね。で、頭蓋骨があって、骨があって、というのを意識しながら、ここに尾骨というのがあってとかっていうのを意識しながらですね。難しいね。こういうふうにちょっと意識していってみてください。よいしょ。ひなさんがお勤めされているところのですね、仲間ということですけども、下書きとかこう自信がなかったらもう転写でもいいかもしれませんけどね。2B ぐらいで鉛筆の腹を使ってまず書いていきます。腹っていうのは鉛筆の、もう少しね、削った方がいいですね。ここのところですね。ここのところを中心に書いていくということですね。ここのところね、寝かせながらね。で、この辺かなというあたりというのをつけていきます。お勤め先の人、みんな書いてくれとかなったらどうしましょう。ね。それはそれで何人かやってもいいですよね。よく言われるんですけどね、こう女性が多いんですけどってね、男性もね、素敵な人がいたらぜひ書きたいなと思うんですけど、ね、なかなかこう、出会いがないのでですね。髪の毛がこの辺りでという感じですね。今日はですね、これはですね、ウォーターフォードという紙の細め、水彩紙なんですけど、細め、ウォーターフォードの細めを使っております。紙は僕はコットマンとかを、デッサンの場合使うことも多いですけど、これでも全然問題なくいけそうな今んとこ気配です。ちょっと僕の場合は、あんまりこうざらつきすぎた水彩紙というのはちょっと苦手で、そこまででもないやつですね。で、目の位置から耳のところに来る、こういうふうに横をね。これぐらいになってきたら、ある程度ちょっと軽く消してあります。よいしょ。離れてこう見てね。軽くこう余分な線とかをちょっと消していきます。ね、こんな感じでこう消していって、2B。ユニとステッドラーを使ってますね、今回ね。大事なポイントってね、こう、頬骨とか、ここの骨とか、そしてこれが左右でどの辺にあるかなという、こう、チェックをするんですよ。ここ、どのあたりかなとかね。鼻の尾骨、先端、とか口の端、口のこう先端、こう、片方書いたら片方書く。ということをしていく。これちょっと作画動画用にオーバーに書いてますけど、もう少しいつもは薄く書いていきます。
で、光、影がこうどういう風に入ってくるかなということを、日本人にはもうありえないぐらいね、やっぱね、鼻が高ございますよね。滑り台で言うとフューガクッとなりますけど、ほんの少しだけガクッとフューってね、なる感じしますよね。で、そういうのをちょっとオーバーに書いておいてあげます。こうね。で、形がちょっと取れてきたなと思ったら、陰影つけていくんですけど、ちょっとですね、こうニードルというか、こう、千枚通しとか呼ばれるようなやつの先っぽをね、なるべくね、こう、あんま尖ってない状態に少しして、で、これでこう、引っかいてあげたりとかすると。こう、なるべくね、こう、本当に先端をね、少しこう、丸みを帯びさせて、紙やすりでもいいんですけど、少し丸みを帯びさせて、こういうのいいですね。ブロンズの、金髪のね、英語で言うと何ですか？ゴールデンヘアって言うんですか？なんて言うんですか？で結構しつこくやります。でちょっとそういうのがなかった場合は、固めの鉛筆ね、例えば 5H とか、そういうのでもできます。どこ書いたか分からなくなってきますんでね、鉛筆の場合はある程度分かりますよね。あとはこう出なくなったボールペン、そういったものもよく使います。よいしょ。これが一番いいですね。結構特に光っている部分なんていうのは、ちょっとこう、量多めにしておく。これだったら光がちょっと逆光気味に来てますよね。向こうから後ろから光ってるという感じですね。そういったことも意識しながら。ちょっと例えば唇とかね、こう光ってる、こんなところもね、マニアックですけど、少し凹ましておいても面白いですよ。やめて痛いわーって言ってますか？ね、すみません。スウェーデン多くの人が英語喋れるそうでね、もうほんとね、羨ましいですね。日本はもう島国でね。ほんとね。でちょっと 5H の鉛筆、完璧には消えないですけど、少し消してみて、で、あまりこう手でやらないようにして、これ羽ぼうきとかを使ってですね、やるのが理想的です。こう大体へこみ、ついてきましたね。ちょっと頑張りましょうか。次はちょっと 4B ぐらいで、濃い鉛筆ですね。少しこう濃淡をつけていくんですね。で、ここが難しいんですけどね。ここが。で、また腹を使いながら、A をつけていきます。どちらかというとこう写真とかで補正したりするときにコントラストを強くするってあるんですけどね。で、そういうこうコントラストを強くしてみるような感じ。で、この辺は目があるぞと。これ目もね、もう日本人やったら白目、黒目って書きますけども、白目ほとんど、もうね、ないですよね。ないというか、影の中に入ってますもんね。思ってるよりここ広いですもんね。僕らの日本人の感覚からするとね。石膏デッサンというのを私たちを描きました。石膏デッサンのような本当にこう、彫刻のようにね、彫りがね、こう、もう私たち、ここのところがあれですけど、ここのところビューッと出てますもんね。素敵ですね。
そういったことを捉えながら、で右利きの人はこういうタッチが多くなるので、ちょっとそこのところはこう意識的に反対側のこうタッチとか、こうやってこう入っていくよとかっていう意識を持ちながら、でかなりここは反射光で明るくなってますよね。稜線というところを少し濃いめに描いていっています。稜線って英語で訳すとどんな風に出るんですかね。もっとこっちかもしれんな。ほぼ立てて描いてないですよね。髪の毛の部分ぐらいで、ほぼ寝かせて描いてってますよね。明るいんですけど、こっちが一番ハイライトと比較しながら見てください。ハイライトと。こういうところね、慎重にね。もっとなんか長い木ですね。この辺りのね、形がね、もっとこっちかな。消しゴムは消すというだけじゃなくて、少しこう調子を優しく柔らかくするとか、そういうこう役割もできますので、このくらいになったら一度ですね、これ土台を作るんですね。で、その土台というのは、こう、ね、大きくこの、今、鉛筆の線とかがありますけども、それをこう、紙の目の中にこう、すり込んでいくようにティッシュで、ちょっと丸めたような状態で。で、タッチと反対方向とかにしていくとより鉛筆のムラがなくなります。勇気いるんですけどね。これね、ここは一番勇気いると思いますけど。で、稜線と呼ばれる線は残しつつ、わかりますかね。残しつつ。これ意外といいです。紙。で、またしつこくやっていきます。で、今度はもうちょっとこう、小さい単位と言うと変ですけど、こう、大体大きな面、その中でも少しはこうね、書いておいたんですけど、またもうちょっと小さな単位で、例えばここのくぼみとかね、一回書いた後もまた鉛筆あれですね、千枚通しとかでへこましてもいいんですよ。背景を務め先のあれですかね、写真ですかね。こういうの全部書かなくてもいいので、少しだけこう、髪の毛を外側から描いてあげて、このね、金髪のね、この美しい髪の毛を少し引き立てる役割をすると。で少しこう髪の毛のタッチとかを意識しつつ、少しですね、鼻であるとか口であるとかっていう位置をもう一度再確認しながら、また調子をちょっとつけつつ、でもう全くこう明るい部分とかも少し、なんか調子をつけておいて、何にもない状態ではなくて、ほんの少しだけでもつけておいて、で少しずつですね、今の段階でもまだ形直してます。ちょっと違うぞと。1ミリぐらい下げました。
本当にこうなんか、少し大きめの面積を使ってこうね、なんかこう粘土でこうくっつけていくような、そして陰影をつけていくような感じなんですね。こう難しいね、表現がね。なんていうかな。で、これぐらいになったら次またこするんですけど、今度はもうちょっと細かい面積でね。で、両線というのを少し残しつつ、で、へこましたところはあんまりこうね、入っていかないので、白いまま残りますよ。多少はもちろん入りますけど、ですね。濃いめじゃないな。少し硬いめとは言っても、F ぐらいで、もうちょっとこう微妙な調子もつけつつですね。かなりこうしっとりした質感になります。BK でずっと書いていたから、F とか H とかなると少ししっとりしたような質感になります。まだやっぱり 2B ぐらいのがいいかなと思いました。戻ってきました。4B から次は 2B と。で、こういうね、しっかり分かるとこあるんですよね。光影のこう境目。こうで、エッジが強い。例えばこういうとことかね、鼻のとことか。で、そういうところをちょっと一回集中的にこう、ぐーっと少し鉛筆を立てて、2B とかでいいので、立てて、形をしっかりクリアに一回してみましょう。光と影の境目ですね。だからこういう手前の目なんやけども、やっぱりそんなにこういうところはコントラストがこうついてないんですね。に対して、やっぱり光影のこういう境目のところっていうのは、こうしっかりついてくると。目もちょっと下げてきました。で、こういうところはね。で、細かいところをこするときは、こういう殺筆と呼ばれるものを使います。殺筆と。なんか違うな。難しいね。なんか違うな。そんなもんですよ。はい、もう長いことやってきても、なかなかそう形は決まらないですよ。で、こういうところをこう消したりするときは、ギュッと白くしすぎないで、本当にこうちょっとずつこう叩くように、ほんの少しね、気持ちで描いてください。こういうとこもね。影の中のこう形という意識を持って、影の中の明るい色。ほんの少しね、白目、ほんの少しだけでも白目というね。この中もやっぱりこう骨があると。光のコントラストは強いんですけど、骨があったりとかですね、いう意識を持って。1ミリぐらいほんの少しずらしましたよね。ほんの少しね、黒目のね、虹彩というのを少し描きましたね。急には描かないね。まだね、形がここで本当にいいのかどうかを疑いながらやってますからですね。
HB ですね。少しこう固めの鉛筆も使い出していきます。少し鉛筆をですね、立てながらもですね、少し立てながら、微妙な調子とかもつけながら、ある程度このぐらいの時間になってきたらもう鉛筆も少し立てたりですね、しながら、立てる仕事が多くなってきます。必ず意識するのは中にある形というか骨とかですね、筋肉とかですね、表面的なものだけじゃなくてそういったものも意識しながら描いていかないと、でいろんな方向にこうタッチをやりながらこう複雑に線がですね絡み合ってくるような感じでですね。少しね、こういうね、キュッとこうハイライトとかですね、目のとこにほんの少しあるこう光とかですね、こういうのを探しながら、2B のステッドラーの濃いやつですね、これね。かなりいろんなところにこう展開して手がね、いろんなとこ動いていってるの分かりますよね。繰り返しながらですね。で、またこう、達筆とかで、こすったりとか、こするというか、これちょっと複雑にですね、していくような気持ちで、これで描く。少し汚れてる、筆先とか、このですね、先っちょでこう、汚しながら描く。どんどん複雑になっていって。で、微妙にこう、色の境目が見えにくいところとかありますよね。黒とこう、なんていうかね。こういったところはあんまりこう強く消しすぎると、すごく白くバーンと飛んで見えてしまうので、慎重になりながらやってください。2H。いよいよちょっと硬いのも使いながら最後、完成度を上げていっています。ほんと最終盤ですよ。もう硬い鉛筆とか使うのはそんなにこうね、序盤から使っていくのではなくて、本当に最後の方に微妙な調子とかをこう書き入れていったりとかするときに、使っていってください。まあ、ここなんか何もしてないようなね、感じがするようなところとかを、こう少しですね、調子をつけていくとか、しっとりしたような表情とかですね、描けますのでね。最後にこうね、微妙なハーフトーンが増えてきてるの分かりますよね。
どうでしたか？面白かったですか？鉛筆デッサンで1時間ちょうど描いたものでございます。こんな感じで1時間で描けるんだぞということなんですけど、意外と序盤の方で、何度も造形を作っていってるプロセス、筋肉とかね、で、ここのくぼみとか光とかのくぼみとかそういうのをつけていってるプロセスというのは、今回分かりやすかったんじゃないかなと。一発ですっと決まってこないで、形に関しても少しですね、最後まで少し悪戦苦闘するところみたいなものも、デッサンってそういうもんですよ。そういうところを、悪戦苦闘しながら、描いていく。ほんの少しずつでも違いとかを探しながら、探していく。描いていくというところを、まだまだやりたくなりますね。楽しんでいけたらいいんじゃないかなと思います。約1時間で描きました。いかがだったでしょうか？造形的に作ってね、こういう形とかね、作って描いていくということを意識されてみてはいいんじゃないかなと思います。人間のですね、やはり骨格というのをしっかりと意識して描くように頑張られてみてください。そしてラフな線とかもうまいこと活かしつつ描いていくとかっこいい絵が描けるんじゃないかなと思います。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。では。チャンネル登録よろしくね。ピー